ただいまからこの飛行機の非常用設備をご案内いたします。遅れての場合はレンタカーをピックアップ。今回の旅はなんとリモアのゴロゴロを持ってこず、このバックパックで来ました。身軽。はい、というわけで稚内にやってまいりました。初稚内。今まで日本で来た場所の中で一番北、だね。ただいま27度。東京は今日は36度だったのでだいぶ涼しいけど湿気がすごい。これがサハリンへと続く海でございます。今回の旅は私の誕生日祝いに KTP が企画をしてくれた旅でございます。なので私はほとんど何をするのかを知りません。ウニを食べるんじゃん。ウニを食べるぐらいしか知らない。食べれたらだけど。そうだね、明日天気がね絶妙ですからね。いやー、ちょっと風がすごい。噂には聞いていたがこんなに風が強いとは。風切り音がすごそう。おー、かっこいい。普通に鹿がいる街中に。明日は向こうの方にあるフェリーで稚内から別府島に移動します。お、出港した。はい、どうも。はい。その辺りに焼き色がつくまでかも。
がめっちゃ美味しかった。さすが何なんだろうな、あのラムの美味しさ。はい、というわけで、一つ年齢を重ねましたなぎこです。これからフェリーに乗って礼文島に行きます。ここもハイキングコースになってるんだ。ロド島展望台。美味しい。
部塩がいらない。結構あっさりだけど美味しく食べ続けられるタイプのバフンウニ。昆布。あのバスは島内を巡る定期観光バスらしい。宝ウニ缶詰の工場がこちら。カフカ。いやーすごいね。贅沢にいっちゃいましょ2丼12,000円。う。なかなかですね。なかなかですね。あっち。じゃーん。北紫ウニとバフンウニの2色丼だ。いやー美しい。そしてバフンちゃん。いやこれはすごいね。いやめっちゃ美味しいね。ほんとさっきのより濃厚。美味しい。これが今年の誕生日のクライマックスじゃ。すごい霧だ。いやー本当はここからトレッキングしたかったけど、さすがにこの天気じゃ無理ですな。残念。桃岩展望台はこの先200メートル徒歩10分。本当はいろんなお花がね見れるゲームの世界みたいだな。少しだけ歩いてみる。
礼文島はこの植物がすごいよく生えてる。まあ、また明日朝来れたら来たいです。はい、いろはな。いやー、何時間待った？何時間？1時間ぐらい待った。あ、まあ、ちょうど1時間ぐらい。1時間弱。おー、すごい。このままにしといてください。これ焼けてきたところ身がほぐれます。焼けてないところ身がほぐれませんから。その焼けたところにこの味噌を自分の舌に回して混ぜながら食べてください。もうね、結構焼けてるからね。8時55分発からまた稚内に戻ります。天気が悪い。
よし、稚内に戻ってきてノシャップ岬に来てまたウニ丼を食べます。小さいお丼。生ウニ以外にホタテと漬けホタテが入ってるんだ。ミニウニ丼。大きた紫ウニですね。あ、いいか。そう。いや、一瞬あれガスタンクかと思ったんだよね。ガスタンクにしちゃちっちゃいな。0度か。晴れてたら綺麗なんだろうけど、いやー本当にどんだけ真っ白なんだっていうぐらい真っ白だなここから白い道に入ります。白い道って景色が白い。ここから白くなる道が。晴れてきたし、